はい、皆さんこんにちは。皆さんはハワイ・ホノルルに向かう機内で窓の外を眺めながら一体何を考えますか？青い海、ダイヤモンドヘッド、そしてね、これから始まる最高の休暇。ハワイへの着陸は何度経験してもワクワクする特別な瞬間なんですよね。しかし、その穏やかな楽園の空にパイロットたちが一瞬も気を抜けない特別な道が存在することをご存知でしょうか？普段私たちが降り立つ東向きの滑走路ですが、ある特定の条件が揃った時だけホノルルはその別の顔を見せます。今日はホノルル空港の中でも最も美しく、そして最もテクニカルな侵入と言われる滑走路26への着陸にスポットを当ててみたいと思います。そこには地図にも載らないパイロットだけの緊張感と、そしてプロフェッショナルな技が隠されているんです。では本日もよろしくお願いします。ではせっかくなので空港の歴史にも触れておきたいと思います。この空港の物語は1927年、わずかな土地に誕生したジョン・ロジャーズフィールドから始まりました。名前の由来はサンフランシスコからハワイへ初飛行に挑んだ英雄、ジョン・ロジャーズ海軍中佐。燃料切れで不時着したんですけど、9日間も海を漂流しながら目的地にたどり着いた彼の不屈の精神がこの空港のルーツになります。第二次世界大戦中、空港は軍の重要な拠点となりました。終戦後の1951年、正式にホノルル国際空港へと改称されました。プロペラ機からジェット機への時代へ、ハワイは一気に世界屈指のリゾートへと成長を遂げます。そして1977年、歴史的な転換点を迎えます。急増する騒音問題の解決策として、サンゴ礁の上に世界初の海上滑走路、リーフランウェイ、現在の滑走路8ライト26レフトですね、が完成しました。総工費8100万ドルを投じたこの巨大な滑走路は、かつてスペースシャトルの緊急着陸地点にも指定されるほど、世界で最も重要な滑走路の一つとなりました。現在、私たちが耳にするダニエル・ K 井上国際空港という名前は、2017年に付けられたものです。ハワイ出身の日系2世として戦場で英雄となり、後に上院議員として半世紀にもわたりハワイの発展を支えたダニエル・井上氏。彼の功績をたたえ、空港はその名を受け継ぎました。さて、なぜ滑走路26レフトへの着陸が特別なんでしょうか？それはホノルルの風に理由があります。ハワイは年間を通じて北東から吹くトレードウィンド、貿易風が支配的であります。そのため通常は約9割の確率で東向きの滑走路8もしくは4が使用されます。しかし冬場を中心に低気圧が接近しますと、南西から吹く湿った風、コナウィンドに変わります。この風が吹くとき、運用はウエストフロー、西向きへと切り替わりまして、滑走路26の使用が始まります。これが今回の主役、滑走路26レフトへのアプローチになります。通常の着陸と何が違うのか。それはこの滑走路の周囲に広がる地形と複雑な進入経路にあります。ここで滑走路26レフトの進入方式 LDA ローカライザータイプとディレクショナルエイドについて解説していきたいと思います。通常の計器進入
ILS インストゥルメントランニングシステムは滑走路の延長線上にまっすぐ導いてくれるんですけど、 LDA26 レフトは全く異なります。アプローチチャートをご覧いただくと分かる通り、進入経路は滑走路に対して斜めに設定されています。なぜまっすぐ降りることができないのか、それは最終進入コースのすぐ右手に高さ760フィートを誇るダイヤモンドヘッドがそびえ立ち、その麓にはワイキキの市街地が広がっているからです。騒音対策、そしてこの地形を避けるために、私たちはチャートが示す通り、滑走路に対して角度をつけた状態で海側を平行に飛び、アプローチを続けなければならないんです。パイロットにとってここからが真の腕の見せ所になります。滑走路26レフトを使用する際は、南西からのコナウィンドに機体がさらされることが多くなります。映像をご覧ください。低高度で海面上を飛行しながら滑走路のセンターラインと合わせるための最終旋回を行います。この時、南西からの風は機体を滑走路の反対方向へと押し流そうとするために、旋回が膨らんでセンターラインを通り過ぎるオーバーシュートにならないように、極めて精密なコントロールが求められます。さらに追い打ちをかけるのが視覚情報の少なさです。この滑走路26レフトは地形の関係上、適切な降下角を示すパピー、進入角指示灯がギリギリまで確認できません。地上わずか数百フィート、パピーが見えた瞬間に適切な降下角と旋回を一発で決める。計器に頼れないマニュアル操縦の世界で、巨大な機体を滑走路の真ん中へ完璧に導く。この難易度の高さこそが滑走路26レフトアプローチがパイロットの腕の見せ所と言われるところなんですね。次に皆さんがホノルルへ向かうとき、もし海の上で低空で旋回し斜めの角度から滑走路が迫ってきたら、それはあなたがこの特別な滑走路26レフトに招かれた証拠かもしれません。華やかなハワイの空に潜むパイロットたちの技術と誇りが詰まったこのアプローチ、その裏側を知ることで、いつもの景色が少し違って見えるのではないでしょうか。それでは次回のフライトでお会いしましょう。また動画が良かったという方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。では失礼いたします。